皆さん、こんにちは。エマです。優しい日本語でいろいろなお話をお届けするエマのポッドキャストへようこそ。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？私が住んでいるところは朝ポツポツと雨が降っていたんですけど、今は少しずつ晴れてきています。そして私、こういう雨が止んだ後に小鳥が鳴く声、小鳥のさえずりがすごく好きなんですね。皆さんはどうですか？私は雨が好きなんですけど、私の他にも雨が好きな方いらっしゃいますかね？そして今日のポッドキャストでお話ししていくのは、モチベーションについてです。モチベーション。例えば、日本語を勉強するとき、他にもダイエットをするとき、そしてギターを練習するとき、そういったときにモチベーションを保つっていうことは、とても大切なこと、でも大変なことだと思うんですね。私自身、モチベーションを保つっていうことは、すごく苦手なんです。でも、私、最近、アニメを一つ見たんですけど、そのアニメのおかげで、すっごくモチベーションが今上がっているんですね。なので今日はそういったお話をしていきます。もし今日本語を勉強していて、なんだかやる気が出ないなとか、もうちょっとやめたいなとか、そういった風に悩んでいる方、ぜひぜひ最後まで楽しみながら見ていってくれると嬉しいです。私のおすすめのアニメのお話もしながらお話ししていきますね。では早速始めていきましょう。まずですね、皆さんどうですか？最近日本語の勉強はモチベーション保ててますかね？日本語ではこのモチベーションをやる気というふうに表現します。例えば、やる気が出るとか、やる気が出ない、そういった感じでお話しするんですけど、私は最近やる気が出ないんですね。そして最近少しだけ英語の勉強の時間がちょっと減ったんですね。でもそれでも完全になくすっていうことは少し私には難しいので、少なくても1時間はポッドキャストを聞いたり、ドラマを見たり、映画を見たりして、英語に触れる時間っていうのを作ってるんですね。でもそれでもやっぱりもうやだなとか、なんで私英語話せないんだろうとか、そういった風に悩んでしまうことがすっごくよくあったんです。そしてあまりにも疲れてしまって、アニメを見たんですね。日本のアニメなので、全く英語とは関係ありません。でもそのアニメを見たおかげで、私の英語を勉強するモチベーション、やる気がどんどん出てきました。これは何のアニメかというと、ブルーピリオドというアニメです。もしかしたら皆さんの中にも見たことがある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。このアニメはですね、ある一人の高校生の男の子が、美大を目指す美大。美大っていうのは美術大学の略なんですけど、絵を描いたりするところ、絵を勉強したりするところですね。そこが美大と呼ばれるんですけど、この美大に入るために努力する美大を目指す物語です。これ、一見聞くと別に英語のやる気とか全く関係ないですよね。絵と英語って全然関係ないと思います。でも私はこのアニメに出てくるセリフのおかげでたくさん考えることができて、そしてたくさんやる気が出たんですね。なので今日は皆さんにもこの言葉について、このセリフについてご紹介していきます。このセリフを聞いて皆さんの日本語を勉強しよう、頑張ろうっていうやる気がどんどん出たらすごく嬉しいです。では早速このセリフについてお話ししていきます。
まず一つ目のセリフがですね、これはこの主人公の男の子が先輩に対して、先輩は才能があってすごいですね、みたいな感じで言うシーンがあったんですね。そしてこのセリフに返したセリフがあるんです。先輩が言い返したこと。これは何かというと、才能なんかないよ。絵のこと考えてる時間が人より多いだけ。そういったセリフだったんですね。絵のことを考えてる時間が人より多いだけ。私の英語学習でもそうですよね。私は才能なんかないです。でも私が話せるようになるには、たくさん勉強するしかない。誰よりもたくさんたくさん勉強するしかないんですね。ドラマを見て、映画を見て、ポッドキャストを聞いて、そういった風にたくさん英語のことを考える時間を増やすしかないんですよね。私はこのセリフを聞いて、あることを思ったんですね。私の周りにはたくさんたくさん英語を話せる人、英語をペラペラに話せる人がたくさんいるけど、でもきっとその人たちも才能があるわけじゃなくて、ただただすっごく努力したんですね。すごく努力した。すっごく勉強した。ただ、それだったと思うんです。私は時間があってもなくても何か言い訳を作って、例えば時間がない時は忙しいからっていう言い訳をして、時間がある時は、いやでも映画見たいし、ドラマ見たいし、友達と遊びたいし、みたいな感じで、たくさん言い訳を作ってしまったんですね。そしてただただ英語のことを考える時間がすごく少なかった。そういったことに気づかされました。なんかこの言葉ってすごくぐさっと心に響いたんですね。ぐさっと心に刺さった言葉でした。なんかそんなに、その先輩はすごくすごく優しい人なんですけど、言葉も優しいけど、でもその言葉の意味ってすっごく深いですよね。ぐさっとくる言葉だったんですね。でもそれでぐさっと来てるっていうことは、私は英語の勉強がまだまだ足りていない。全然全然時間を作れていない。だからこの言葉が刺さったんですね。ぐさっと刺さりました。なので私はこの言葉のおかげで、ただただ周りの人に才能があるわけじゃなくて、ただただ私より勉強したんだと気づくことができたんですね。私よりもたくさんたくさん勉強した。誰よりもたくさん勉強してるから、誰よりも英語を話すことができる。そういうふうに感じたんですね。だからやっぱり才能っていう言葉でくくることなんてできなくて、やっぱりたくさん努力をしたこと、たくさんたくさん勉強して、たくさん頑張ったことって、絶対に身になる。絶対に皆さんの力になると思うんですね。少なくとも私はそうなんですね。私はそういうふうに感じました。だから私はこれからもっと英語に触れる時間、英語を勉強する時間、英語のことを考える時間っていうのを増やしたいなっていうふうに思います。そして二つ目、この言葉も私の心にすっごく響きました。これは何かというと、天才にはなれない。やった分しかうまくならない。だったら天才と見分けがつかなくなるまでやればいい。そういった言葉だったんですね。この言葉をわかりやすく説明すると、例えば私の英語の勉強で例えますね。これは単語帳ってわかりますか？単語帳っていうのは単語、日本語の単語、英語の単語、ボキャブラリーを勉強するための本がありますよね。その単語帳が全部で100ページあるとします。で、私は30ページ勉強して70ページ勉強しませんでした。
そしたら私の身につく、私が勉強できるのは、この30ページ分だけですよね。やった分しか上手くならないっていうのはこういうことです。勉強した分しか身につかない。勉強した分しか頭に入らない。話せるようにならない。聞き取れるようにならない。そういったことを表しているセリフなんですね。なんか見たこともない、話したこともない、聞いたこともない言葉って絶対に頭の中に勝手に入ってくるってありえないじゃないですか。絶対にないですよね。なので私たちは勉強するしかないんです。ただただ甘えて、なんかドラマを見たり映画を見たり、こう聞き流しているだけで話せるようになる、聞き取れるようになるっていうのは正直私は難しいと思うんですね。もっともっと、例えば英語だったら、ちゃんと集中して聞いて、集中して勉強する。そういったことが上達するために大切だと思うんですね。そりゃ、勝手に覚えることができたらすごくすごく楽です。でも、私は天才じゃない。天才にはなれないから、もう必死で死ぬ気で頑張るしかないんですね。頑張って勉強するしかない。本気でやるしかない。そういったことに気づかせてくれる言葉でした。やった分しか上手くならない。英語だけじゃなくてギターもそうだし、絵を描くこともそうだし、そういったことって自分が頑張った分しかやっぱり自分につかないんですね。自分の身につかない。そういったことに本当に気づきましたね。このアニメを通して。この主人公、本当に努力家なんです。すっごく努力して、毎日絵を描いて、毎日勉強して、毎日毎日とにかく頑張るんですね。私はこの主人公を見て、いかに自分の努力が足りてないか、自分が全然英語を勉強していない、自分が本気で取り組んでいない、そういったことに気づいたんですね。このアニメは正直、すごく苦しかったです。心に響きすぎて、ぐさぐさ心に刺さるから、自分のやっていないことっていうのが目に見えてくるし、そういう風に思っちゃったんですね。気づかされた。でも逆に考えると、このアニメのおかげで気づくことができたんですね。そういったアニメでした。なので、皆さんの中にも今、日本語の勉強のやる気が出ない、モチベーションが保てない、そういった方がたくさんいらっしゃると思うんですね。なので、そういった方には少し苦しいかもしれないけど、ぜひこのアニメを見てほしいです。私が紹介したセリフ以外にも、本当にたくさんたくさんいいセリフがあるんですね。心に響くセリフがたくさんあるので、ぜひぜひ一度見てくれると嬉しいです。そしてこのアニメは、そういう風にただ気づかされることが多いっていうだけじゃなくて、アニメとして本当に面白かったので、ぜひ気になる方は見てくださいね。では皆さん、今日はこんな感じで私が最近出会ったアニメのこと、そしてモチベーション、やる気のことについてお話ししました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたかね？きっと今皆さんの中にもやる気が出なくて苦しんでいる方、悩んでいる方がたくさんいらっしゃると思います。そういった方が少しでも私の動画を通して勉強頑張ろう、そういった風に思ってくれていたらすごく嬉しいです。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。いいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。